ガンダムアーティファクト。凄まじい造形美と引き換えにモデラーの眼性疲労と精神力を削りに来る罪作りなシリーズです。このキットを前回に引き続き懲りずに全塗装していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回はガンダムアーティファクト第6弾の中からシャアが最後に登場した機体ササビーを製作していきます。早速ランナーからパーツをカット。極小パーツたちをなくさないよう慎重に作業を進めていきます。サクッと仮組みまで完了させました。前回のニューガンダムみたいにパーツがポロポロ外れることは少なかったですが、頭部と右手がどうしてもはまらなかったので接続部を削ってゆるゆるにしています。ここは塗装部に接着しようと思います。仮組みの状態で合わせ目箇所を確認。足の合わせ目は非常に目立つのでしっかり処理していきます。他にも両肩、腕、腰部、プロペラントタンク、リアスカートに合わせ目があります。ただリアスカートはそこまで目立たないのと接着すると塗装が大変になるのでそのままにしておきます。まずは一番目立つ足の合わせ目の処理から。この部分はフレームを挟み込む構造をしていて、接着してしまうと内側の塗り分けが難しくなります。なので一部を切り離して合わせ目処理をします。この境目部分にまずはデザインナイフや手書き針でガイドを彫ります。次に 0.15mm のラインチゼルでさらに彫り込みます。最後にエッチングノコで切り離します。無事きれいに分割できました。でもこのままでは内側の軸が邪魔でフレームにはめ込むことができません。なので軸をカットし接着後にはめられるようにします。ここがきつすぎるとはめ込む時に合わせ目部分が割れる可能性があります。最終的には接着するので緩くなりすぎても問題ありません。調整が完了したら合わせ目部分に瞬着を盛り付けて隙間を埋めます。硬化スプレーを使って固めたらヤスリを使って表面を整えます。合わせ目が消えたか確認のために水性アクリルマーカーを塗って確認します。部分的な確認だけならこのマーカーを使う方が乾燥も早くサフを吹くより手軽にできるので時短になります。埋めきれていない隙間があったので再度瞬着を持って削り込みました。次に型ですが、この内装もパーツを挟み込む構造なので後はめ加工をしておきます。型パーツ内側のくぼみ部分に軸が通れるように道を作ります。挟み込むパーツの方は軸をギリギリまで削り落として後はめできるように加工。ゆるゆるになりますが、ここも最終的には接着してしまうので大丈夫です。プロペラントタンクや腰部は普通に貼り合わせるだけなので簡単です。接着剤で埋まってしまったモールドはしっかり彫り直しておきます。そんな感じで合わせ目処理が完了。前回のニューガンダムと比べると合わせ目消ししたパーツは多めですね。次に各所にあるバーニアを回収していきます。こんな感じで造形が簡略化されているのでドリルで開口していきます。ニードルで中心に印をつけて細いドリルからだんだん太くしていきます。ある程度の大きさまで穴を広げたらこのビットで縁を削って形状を整えます。装甲に隠れてほとんど見えない部分ですが、細かいところまで手を加えるのもプラモの楽しみ方の一つだと思います。リアスカートのスラスター内部も
ゴッドハンドのビットブレードで底面部分をはっきりさせておきました。他には、各モールドの彫り直しをしておきます。モールドを彫り直しておくことで、ディテールがはっきりするのと、塗装後の墨入れがきれいに入っていきます。すべてのパーツ処理が完了したら、塗装に入ります。まずは全体に黒サフを吹きます。ゲート処理やパーティングラインの処理漏れの確認や、表面の細かな傷埋め、この後に塗るメタリック色の下地になります。外装には、ゴールドやシルバーを塗って、キャンディ塗装の下地にします。下地の色をゴールドとシルバーで使い分けることで、最終的な色の変化が出ることを期待しています。キャンディ塗装の下地ができたら、先に墨入れをしてしまいます。墨入れ塗料のブラックを使用。キャンディ塗装は、クリアカラーを何度か塗り重ねるため、モールドが余りやすくなり、墨入れがうまくできないことがあります。なので、モールドが埋まる前の下地の段階で墨入れしておくと、しっかり墨を流すことができます。墨入れが完了したら、下地の色を残しておきたいところをマスキングしておきます。以前の動画で紹介したマスキングツールをもっと快適に使う方法を紹介した時に、コメントで教えてもらったアイテムを新しく使ってみます。小松模型のちょい塗りマスカーソル。このアイテムは最初からニードルボトルに入っていて、細かなところのちょっとした塗り分けにすごく使いやすいです。先端もかなり細くて、より細かなところのマスキングもやりやすい。今まで使っていたマスキングツールと比べて乾燥が早く、剥がす時も剥がしやすかったです。さらに、キャップを回すとハケもついているので、広い部分のマスキングも対応できるツーウェイ仕様。まだまだ知らない便利アイテムがあるな、と実感しました。皆さんが使っている便利アイテムがあったら、ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。マスキングが完了したら、クリアレッドを塗っていきます。最初はうっすら色がつく程度で塗り、何度か重ね塗りをしてしっかり発色させていきます。ただ、パーツが小さい分、厚塗りしすぎるとシャープさがなくなってしまうので、2、3回ほどで終了。キャンディ塗装が完了したら、部分塗装です。エナメル塗料やガンダムマーカーなどを駆使しながら、細かい塗り分けをしていきます。フラットブラックで、襟やシールドの黒い部分を塗り分け。シールドに入っているマークは、下地で塗ったゴールドを残しておいたので、その上から塗っていきます。乾燥したら、溶剤を含ませたフィニッシュマスターで、マークの部分やはみ出し箇所を拭き取ります。こんな感じで、マーク部分だけをどうにか綺麗に拭き取れました。フレーム部分にはメタリックグレー。ゴールド部分を、フォーアーティストマーカーのゴールド。エナメル塗料やフォーアーティストマーカーは、はみ出してもエナメル溶剤で簡単に修正できるので、細かい塗り分けに重宝しますね。センサー部分には、ガンダムマーカーの蛍光グリーン。楊枝の先端を尖らせて、はみ出さないよう慎重に塗っていきます。ガンダムマーカーははみ出したら修正ができないので、緊張します。なんとかうまくいきました。物合い部分もどうにかなりました。この後に、周りをフラットブラックで縁取りしました。カンネルをロイヤルメタレットで塗り分け。この部分ははみ出しても、隠蔽力の高いフラットブラックで重ね塗りすれば問題ないので、さっきよりは気楽に塗れます。部分塗装が完了したら、水転写デカールで情報量をアップさせます。もともとディテールが多いキットなので、ポイントを絞って貼っていきます。デカールが乾燥したら、トップコートで全体を保護します。光沢か艶消しかで迷いましたが、今回は半光沢にしました。艶消し強めで仕上げたニューガンダムと並べて飾るときに、艶感の違いが出ていい感じになるかなと思います。最後に、もう一手間加えます。大きめのバーニアに、この手芸用の潰し玉をつけて、情報量をさらにアップさせます。
めちゃくちゃ小さいので、アーティファクトのサイズでもあまり違和感なく使えます。こんな感じで、バーニア中心部に貼り付けるだけで、メタルパーツをつけたような見た目にできます。バックパックには、シルバーの潰し玉を使用しました。これで、作業は全て完了です。最終組み立ては、細かい作業の連続で、撮影しながらは難しかったのでカットしました。それでは、ガンダムアーティファクト、ササビーの完成です。いかがでしたか？前回のニューガンダムと比べると、組み立てしやすい方でしたが、それでもなかなか大変でしたね。もう少し手を加えたり、塗り分けを頑張れるところがありましたが、まだまだ積まれているキットがたくさんあるので、ほどほどにしておきました。アーティファクトシリーズは、修行のような作業ばかりですが、完成した時の達成感は、他のキットとはまた違ったものがあります。ぜひ、皆さんも挑戦されてみてはいかがでしょうか。今回の動画が、皆さんの模型ライフの少しでも刺激になれば嬉しいです。もし、この塗り分け、自分ならこうする、というアイデアや、普段使っている便利アイテムがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。